日本の政治が目まぐるしく展開していく中、片山内閣の総辞職により、次の総理大臣を決める必要が出てきました。総理大臣の決め方は、国会での多数決です。よって衆議院と参議院で内閣総理大臣を指名する選挙が行われることになります。すると衆議院では民主党の芦田均が、参議院では自由党の吉田茂が選ばれました。このように衆議院と参議院の意見が対立した場合には、その調整を図るために両院協議会という話し合いの場が設けられます。しかし、この両院協議会でもどちらも譲らなかったため、憲法の規定である衆議院の優越に従って、衆議院で選ばれた芦田均が内閣総理大臣に選ばれることになりました。こうして総理大臣に選ばれた芦田均は内閣を構成する国務大臣の任命に移ります。しかし、芦田均の民主党は衆議院で過半数を確保していません。どこかの政党と連立を組み、国会の運営を安定させる必要がありました。そこで芦田均は自由党の協力を得たいと考えて吉田茂を訪ねましたが、吉田茂は自由党と民主党にはある点で違いがある。社会党と共にやっていけるかどうかという点だ。民主党は社会党と共にやっていけるかもしれない。しかし自由党は社会党と共にやっていけない。よって連立には協力しないと言って連立には入らないことを表明。こうして芦田内閣は前内閣と変わらず民主党、社会党、国民共同党の3党の連立内閣として成立しました。しかしこれでは何のために内閣を作り直したのかわかりません。よって芦田内閣は成立してすぐから政権のたらい回しであると批判されることになり、スタート時点から不人気の政権となってしまいました。そんな芦田内閣が日本で成立していた頃、世界では大きな変化が起きていました。冷戦です。冷戦というのはアメリカを中心とする資本主義陣営とソ連を中心とする社会主義陣営の対立です。この対立が激しくなってきたため、アメリカはこのままではソ連の力がアジアで強まってしまう。日本を強くしてソ連に対抗できるようにしなければならないと考えました。こうしてアメリカは日本に対する占領方針を転換させます。それまでは日本を二度と戦争ができない国にするために弱体化する方針でしたが、日本を再建する方針に変わったのです。これによって GHQ に接収されていた飛行機や兵器、弾薬などを作る工場は日本経済の復興に必要であるとして解放され、外国から自由にお金や資源などを受け入れる制度が整備されていきます。戦後の日本は大きな転換点を迎えたのです。このようなアメリカの方針転換を元外交官の吉田茂は敏感に感じ取っていました。アメリカは世界で社会主義陣営に対抗している。日本で社会主義陣営といえば左派だ。これは我々にとってチャンスだ。右派勢力を集めて大きな政党を作ろう。そう考えたのでした。こうして吉田茂は民主党から離党して同志クラブ、民主クラブと名乗っていた勢力を吸収し、新しい政党を結成します。これが民主自由党です。そして同じようにアメリカの方針転換を敏感に感じ取っていたのが元外交官の芦田均でした。彼は外国からお金や資源を受け入れることが可能になったことに注目し、ここから日本経済を復活させようと考えます。こうして芦田内閣は戦後すべての政権が悩まされ続けてきた生産能力の低下を克服すべく外国の資本を導入。さらに企業の整備を促進し、経営を健全化することでもっと国外から投資してもらえるような状態を作っていきます。こうして芦田内閣は海外からの資本の導入によって日本経済の再建を始めていったのでした。この外資を導入するという方針を聞いた社会党と総同盟は、日本人の力で再建するのがベストだという考えを持っていたものの、外資の導入は生産復興のきっかけになるとして消極的ながらもこれに賛成。一方で共産党と三別会議は日本の資産が外国の資本に支配されてしまう。企業整備や経営の健全化によって日本の労働者がクビにされるとして強く反対していきました。こうして日本国内では外資の導入に賛成する勢力と外資の導入に反対する勢力で強い対立構造が生まれるようになり、再び労働運動が活発化していきます。
特に激しい運動を行ったのが、全低薪労働組合を中心とする全官公庁労働組合連絡協議会、要するに公務員たちでした。発足直後の芦田内閣は公務員の労働組合に対して前内閣が決めた給料の基準額を承認してくれと求めましたが、労働組合側はその額は実情に合わないと主張して拒否、大規模なストライキを計画していきます。その後も芦田内閣は公務員の組合と会見を続けていったものの交渉は決裂、とうとうストライキに突入しました。しかも公務員は全国で一斉にストライキを行う準備を進めていき、このままではゼネストが実施されるという危機に陥ります。そんな内閣の危機を救ったのは21ゼネストと同じように GHQ でした。GHQ は官公庁のストライキは占領目的への違反行為に該当する。21ゼネストの時に言ったはずだ。したがってストライキ防止のための速やかな措置を日本政府に期待すると通告。これによって予定されていたゼネストはまたもや GHQ の力によって中止され、違反した労働者が逮捕されることになります。このような公務員のストライキ騒動を受けて芦田仁も公務員のストライキは規制する必要があると考えて準備を開始。盛り上がっていた労働闘争はとうとう収束に向かっていくことになります。こうしてゼネストをなんとかしのいだ芦田内閣はいよいよ国会に臨むことになります。この国会では前内閣の片山内閣が崩壊する原因ともなった鉄道通信料金の値上げ問題が注目され、その解決に向けて話し合いが行われていきました。しかし民主党、社会党、国民共同党はそれぞれがそれぞれの倍率を主張し続けたため、どうしても足並みが揃いません。よって最終的には芦田、片山、三木の3党首が会談し、強引に意見をまとめることで予算を成立させましたが、当然このような対応には各々の党内から反発を生みます。社会党と民主党からは反対した議員がそれぞれ離党するなど、多くの代償を払っての予算成立となりました。こうして予算が成立し、国会が終了すると、各政党はもうすぐ解散総選挙が行われるだろうと考えて、選挙に向けて準備を開始しました。特に吉田茂は、第一次吉田内閣で失敗した原因は勢力基盤がなかったからだと考えており、勢力基盤を固めることに力を注いでいきました。こうして運輸次官の佐藤栄作や大蔵次官の池田隼人を筆頭に優秀な官僚出身者28名を民主自由党に入党させ、自身の基盤を固めていきます。彼らを次の総選挙へ出馬させ、高い政策立案能力を持つ民主自由党によって日本を率いていこうと考えていたのです。さて、野党の民主自由党が選挙の準備をしているとなると、与党も黙ってはいられません。ところが、与党の一角を担う社会党では、引き続き右派と左派が対立しており、右派は連立を続けようと主張するけれど、左派は連立をやめようと主張するという状態が続いていました。そして、とうとう片山哲が、これ以上現在の連立政権に踏みとどまることは政局を混乱させる。社会党のためにもならない。衆議院解散をすべきだ。と主張。とうとう社会党は独自路線を取り始めました。一方で民主党と国民共同党は一度話がなくなっていた合併して新しい政党を作るという話を持ち出して再び協議を始めましたが、やはり国民共同党の足並みが揃わずに失敗。芦田内閣は野党の攻勢と連立政権の空中分解で苦境に立たされることになったのです。そんな芦田内閣を救ったのはまたしても GHQ でした。マッカーサーは労働構成が再び強まりつつある。これはまずいと考えて芦田首相に書簡を送ります。公務員は国民のために働いている。よって公務員がストライキによって国民に圧力をかけるのはおかしい。公務員のストライキを制限しろと指令したのです。この指令を受けて芦田内閣は公務員の団体交渉権と総議権を否定する政令を発出。これが政令201号です。さて、こうなると公務員に関する法律を見直さなければいけません。ということで臨時で国会を開き、国家公務員法などの改正作業を行っていきます。そのような作業を行っている間は、国会の解散や内閣総辞職などをしにくいため、政令201号は芦田内閣を延命させる効果も生みました。しかし、それでも芦田内閣は長くは続かず、総辞職に追い込まれてしまいます。
原因は昭和電工疑獄事件です。昭和電工というのは肥料を作る会社です。この会社は戦後の農業復興に必要な肥料生産に携わっていたこともあり、復興金融公庫からお金を借りていました。ところが、その審査の過程で昭和電工は、もっとたくさんのお金を借りたいと考えて、政府や GHQ の偉い人たちを接待し、賄賂を送っていたのです。しかも、この疑惑が発覚すると、そのもみ消しのために、政治家から外国人記者にまで賄賂をばらまいていきました。しかし、捜査が始まると、当然ながらそのようなことはバレてしまいます。こうして昭和電工の社長は逮捕されましたが、問題だったのは、賄賂を受け取った人物として、大蔵省の福田赳夫や、前日本自由党幹事長や大蔵大臣だった人物、それどころか副総理を務めていた西尾末広まで、政治の世界の大物が次々と逮捕されたことでした。こうして芦田内閣の信用はなくなってしまったため、芦田均は内閣総辞職を決定。8ヶ月足らずという短い内閣でした。